今日は私が最近買ったものだったり、あとは見たものだったり、そういうものの中から日々が生活がちょっと楽しくなるような、明るくなるような、そんなとっておきのおすすめたちをご紹介していこうと思います。私も今このそば茶を入れてきたので、皆さんもお好きなお茶とか、あとちょっとしたおやつとか持ってきて、のんびり深呼吸しながら日々の隙間に家事をしながらとか、ラジオ的な感じで、ぜひ添えていただけたら嬉しいです。じゃあまず何からいこうかな。じゃあここにドーンと大きくあるこちらのフライパンと、こちらのお鍋もそうなんですけど、ビジョンの調理器具、お鍋とフライパンです。これは今私はフィンランドへワーキングホリデーに来てるんですけど、同じくフィンランドにワーホリで来ている方で、もう日本に帰国されるよって方がフリーマーケットを開催していて、そこで本当に破格ですね、数ユーロで譲ってくださったものたちです。この琥珀色の透明な感じが本当に綺麗で、料理をしてると横から水のブクブクって泡だったり食べ物だったりが見えたりして、それが本当に綺麗で調理が楽しくなるグッズだなと思っています。私の友人も古道具屋さんでゲットしていて、素敵だなと思っていたので、多分日本でもゲットできると思うんですけど、ビジョンはもともとフランスのメーカーかな。そうですね、1983年にフランスで誕生した美しく洗練された中が見えるガラス製のビジョンですね。日本でも通販でも買えますし、楽天とかアマゾンとかでもありそうです。新品でも手に入れることができるし、あと古道具屋さんとかでもゲット、運よく見つけられたりもするんじゃないかなと思います。で、この最近フライパンも使ったら、この蓋、空気穴がないんですけど、蓋をするとこの持ち手のこの隙間から水蒸気がシュッと上に流れるようになっていて、そういう細かな作りもすごい素敵だなと思うし、意外と鍋底こんな感じでなかなか全部を焦げを取ることは難しいかもしれないんですけど、でも方法があるのかな、きっとクエン酸とかですかね。ぜひ知っていたら教えてほしいんですが、意外とちゃんとこすれば綺麗に落ちますし、焦げ付きやすさも、もちろんテフロンのツルツルなものよりかは焦げ付きやすいと思うんですけど、気にならず私は使えております。何より、調理をしていてすごい明るい気持ちに、綺麗だなっていう気持ちになれるのが本当に気に入っています。お次にご紹介するのがこちらの植物たちです。これは IKEA でどっちもゲットしてきました。多分日本の IKEA にもあると思うんですけど、パキラとハウルチアです。ハウルチアが私日本でも育てていたんですけど、結構水が好きな植物なので、本当に水をあげるたびにこの半透明のぷくぷくっとした、これは葉っぱなのかな、葉っぱで合ってるかな、この部分に水滴がピチョンと乗ってる姿とかが本当に可愛らしくて、ハウルチアはとってもおすすめです。多分ハウルチア探せば割といろんなところに売ってるかなと思うんですけど、私が東京にいる時にゲットしたオールグッドフラワーズっていうところ、そこがすごい、カフェも入ってたり、お花屋さんとか植物とかも入っていて、大きな公園みたいになってる場所で、お花屋さんのそのグッズも見たことある方いるんじゃないかなと思うんですけど、とっても可愛いので、そこへ行く体験も含めて植物をお部屋に迎えるっていうのとてもいいかなと思います。やっぱり植物がお部屋にあるだけで、お部屋の色も緑があって明るくなるし、空気もちょっと澄んでくるような感覚があるので、あとやっぱ育てるっていう、その水をあげるとか、芽が出てきたな、今日は元気がないなとか、やっと元気になってきたとか、そんな感じで日々成長を感じられるのも楽しみの一つなので、植物を迎えてよかった
かなと思っています。まずは育てやすい、パキラも育てやすいですし、ハオルチアも育てやすいし、あと今私の部屋にあるポトスは本当に強くて、一回ダメになりそうになってからもう今は力強く復活してますね。あとはイモ科っていうんですかね、モンステラとかも育てやすいと思うのでおすすめです。次におすすめしたいのがこちらの Kindle です。 Kindle の私はこれ抹茶色かなを選びました。私ずっと本はやっぱり紙派だったんですけど、今回、ワーキングホリデーで来ていて、日本の活字をゲットする機会も少なくて、で旅で結構ヨーロッパを巡ったりする中でも日本の活字を読みたいなと思う瞬間がたくさんあったので、ちょっとしのごの言ってられないと思って父と妹と旅行で落ち合う時に日本でAmazon で家に届くようにポチったやつを持ってきてもらいました。実際に使ってみたらこれが結構よくって、紙の良さってやっぱりその本をお店まで買いに行って、で想定とか手触りを見て、これがいいなっていう本を選んだ、その日の出来事とかも含めたこの本の読書体験だなって私は思うんですけど、 Kindle で読むとなると、この本を読みたいってなった時にもう本当にその本の内容に集中ができるなと思っていて、紙で読んでる時って、紙の手触りとか、あとどれくらいっていう厚みとかが結構私は気になってしまって、集中できない時はそれで途中で放り投げたりすることもあったんですけど、 Kindle は本当に出てくる文字をスラスラ読めてしまって、物語により没入していく感覚があるなと思いました。あとはやっぱり読みたい時に読みたい本をゲットできるっていう、素晴らしい文明の利器だなと思っています。自分のいいなと思ったところもチェックできるし、で読んでいて目が疲れることもないですし、この画面もサラサラしてて、指の滑り心地も良くて、私は今のところとってもいいなと思って使っています。最近は綿谷りささんの蹴りたい背中をもう一回読み返して、平場の月を読み始めたんですけど、それもいい感じです、とっても。でちょっと今編集がバタバタしているので、それが終わったら読みたいなと思ってるのが、ちょっとまだ変えてないのでサンプルなんですけど、これ見えるかな、危うく一生懸命生きるところだったっていう韓国の方のハ・ワンさんが書いたエッセイです。こんな感じでスラスラ読めるので、本当にいいなと今のところ思っております。楽しみです。これからもこれで読み続けるのが。あとこの抹茶の色がすごい可愛くって、こんな色あったんだって調べて思ったんですけど、ここに自分のお気に入りのステッカーとか貼って自分だけのデバイスにするのも楽しそうだなと思っております。次これいこうかな。じゃん。はい、次のおすすめはこのサニー手帳はもう1本動画を作ったので、ぜひその動画を見ていただければなと思うんですけど、今回おすすめしたいのがここに入れている無印のボールペンです。これはサラサラ書けるゲルインキボールペンノック式です。私ずっとペンはジェットストリームとあとエナージェルノックを使っていたんですけど、そのエナージェルノックの方が結構インクがじゅわっと染み込む感じで書いていて楽しいなって、ちょっとボールペンよりもインク感が強いなと思ってるペンで、そういうペンを探してたんですけど、意外とこのサニー手帳の紙トモエリバー S を使っているんですけど、エナージェルノックだとちょっと裏写りしてしまう時がたまにあったんですけど、この無印のペンだと裏写りもしないし、だけどちょっとインク感が強くてじゅわっと描けるので、とっても気に入っております。で、私はサニー手帳で意外とシールを貼ったりとか、
あとその旅先で出たレシートとかそういうものをコラージュとかしていきたいなっていうのがあったので、ちょっと恥ずかしいのモザイクかけるとなんかこういうシールとの相性がジェットストリームとかだと結構離れてしまう感じがあって、インク感の強いこの無印のこういうペンだと割とこう馴染みがいいので、はい、これを買ってとっても良かったなと思っています。皆さんももしこういう手帳にサニー手帳でコラージュとかして文字も書きたいっていう方はぜひ無印のこのボールペンと相性がいいかなと思うので、しかも裏写りしにくいっていうのがすごいいいポイントだなと思います。トモエリバー S の紙と相性抜群です。これを買ってから本当に手帳時間が楽しくストレスなくできるようになったので、もし同じ紙とかサニー手帳を使っている方でコラージュを楽しみたい、文字も書きたいという方はぜひトライしてみるといいかもしれません。次はこちらの香水です。これ見たことある方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、これはサンタマリアノベッラという薬局が出しているポプリという香りの香水です。ちょっとまだ出してないので順番が逆になっちゃってるんですけど、イタリア旅行のフィレンツェでゲットした香水になります。でサンタマリアノベッラ薬局は1221年創業で今まで800年以上続いている現存する世界最古の薬局になります。創業当時から続いている天然の薬草だったりハーブを使った天然原料にこだわって、こういう香りのもの、石鹸とか香水とかハンドソープとかボディクリームとかそういう素敵な香りのものたちを作り続けている薬局です。でイタリア旅行のフィレンツェに行った時にそのサンタマリアノベッラ薬局があったので、本場に行っていろいろ試させていただいたんですが、私はもうずっと欲しかったポプリの香水をゲットしました。もともとそこが出してるポプリを東京の部屋でも使っていたので、はい、そこまで行って結局ポプリかよって思うかもしれないんですけど、そこに行った記憶とともにこれをこうつけるたびに旅の思い出が蘇ってくれたら嬉しいなと思ってゲットしました。本当にいい香り、なんて言えばいいんだろう、自然のフローラルさもありつつ、そうちょっとこうなんて言うんだろうな、ちょっとスモーキーな感じもあって、本当に自然の薬草がこう彷彿とさせられるような、おしゃれな香りですね。こう背筋がスッと伸びるような、なんかお香を焚いた時の感覚にも似てるかもしれません。サンタマリアノベッラのポプリの香水、ぜひぜひ東京とか横浜にも店舗があったかなと思うので一度鍵に行ってみてください。はい。でそのイタリア関連でここに今ついてるんですけど、次におすすめしたいのが旅の思い出のマグネットを集めるです。でこっちがフィレンツェにはダビデ像が、有名なダビデ像があって、そのダビデをこうモチーフにした色のお土産があったんですけど、色とりどりのこういうバブルガムとダビデのマグネットがいっぱい売ってて、その中から自分の好きな色味のやつをゲットしてきました。でこちらがこのバチカン美術館にあったアダムの創造の絵のこう神がアダムに命を吹き込む瞬間のマグネットです。なんかこういう旅のマグネット、自分の好きな色味だったり質感のマグネットをその旅先で見つけるっていうのもすごく楽しいなって今回発見したことで、それを、今ここなんですけど、お部屋に冷蔵庫がある方はその旅の思い出スペースみたいなのを作ってご自分でいろいろカスタマイズしていくのもすごい楽しいだろうなと思って今回からちょっと集め始めてみました。ね、見るたびこれはあそこに旅行に行った時にゲットしたやつでこんな思い出があってっていう話の種にもなるかなと思うので、はい、
旅先のマグネットを集めるおすすめです。私もこれから楽しんでやっていきたいと思います。そんな数は多くなくていいし、ちっちゃくてもいいから、もうとっておきのやつを1個ゲットするっていうのいいですよね、お土産で。フィンランドのやつも見つけたいですね。で、次が今ここに飾っていたんですけど、こちらの長谷園のおまけでいつもついてくる歌川広重の東海道53次のカードですね。そう、長谷園東海道53次のカードです。で、これ今皆様にご紹介すると思ってちょっと調べたんですけど、なんと2025年12月末、昨年末の生産をもって終了してしまうらしいんですね。もうなんか今までも東京にいる時もこれ見るたびにすごい嬉しい気持ちになって、集めたいなってふんわり思ってたんですけど、いろいろ忙しさに流れて、いつもいっかって思っちゃって、結構毎回買うしと思って、いいやと思ってたんですけど、フィンランドに来て、このカードがめちゃくちゃ貴重自分にとって今貴重なので、じっくりまじまじと見るようになって、なんか日本画って本当に繊細で美しいなって思うようになって、なんて言うんだろう、ちょっと漫画的な線の感じもありつつ、すごく色のグラデーションもなんか日本画って本当にいいなって思うきっかけになったりとか、あと歌川広重の東海道53次ってもちろん名前は知ってますけど、ちゃんと調べたことがなかったなと思って、もともと長谷園さんもこれを始めたのが、始まりは牽引誌、73年前の1952年に発売したお茶漬け海苔は、今では機械部分が機械化されていますが、60年ほど前までは人手をかけて生産を行っていて、当時商品の検査確認の意味で確認印をした無地の牽引紙を封入りしていました。で、その牽引紙を有効活用することにより、お客様がご家族で日本文化芸術に興味をお持ちいただき、文化復旧の一助になればという思いから、伝統的芸術的価値の高い絵画を牽引紙に印刷したのが始まりだったそうです。へえ、面白い。終了しちゃうのショックです。日本に帰ったら集めようと思ってたんですけど、歌川広重の代表作東海道53次は東京日本橋を起点とし、53の宿場を経て京都三条大橋に至る計55枚の連作です。1833年頃に制作され、当時の宿場風景と四季折々の情景を描いていますということで、本当にロードトリップじゃないですけど、今でいう歌川広重が日本中を東京から京都までロードトリップした時のその時々の情景を描いたこの作品がすごい面白いし、今この場所に行って同じ場所からこの風景を眺めてみるのも楽しそうだなとか思ったり、ここで昔こういう風に人々は生活してたんだなっていう、一瞬の記録じゃないですけどが垣間見える気がして、本当にすごい、有名な作品ですけど面白いなって思って、今はここにこうやって飾ったりしています。だから集めたかったんですけど終わっちゃったっていうことで、ぜひ長谷園さんまた復活を期待しております。で、今手元に多分私にとって最後のこのカード開封であろうお茶漬け海苔があるので、これを開封していこうと思います。いつか本物も見に行きたいですね。歌川広重の東海道53次を。どこだ、行きます。じゃん。お、薬師寺でした。
東海道53次のうち石薬師寺です。これ本当はどこで見れるんだろう。この浮世絵は静岡の静岡市東海道広重美術館だったり東京都立図書館の東京アーカイブで鑑賞できますとのことでした。トップレベルの作品はボストン美術館が所蔵し門外不出となっています。へー、日本じゃないんですね。なんかこれが終わってしまったのがちょっと寂しいですが、まだもしかしたら日本はその生産のやつが出回ってるところではゲットできるかもしれないので、あとはお家にもしかしたらまだ開封してないのがあるよっていう方はぜひぜひこの素敵なカードを眺めてみてください。このサイズ感もすごい可愛いなと思ってて、こんな感じでデスク上にちっちゃく飾ってもいいですし、あとノートにこう貼っても、あとしおりとかにしてもいいなと思います。あともう一個最近見たドラマでおすすめなのが一つ、今やってるドラマなんですけど、日本テレビ水曜ドラマの冬のなんかさ春のなんかねっていう杉咲花さん主演で脚本監督が今泉力也さんなんですけど、このドラマが本当に、私のドタイプでとってもおすすめです。ラブストーリーなんですけど、なんだろうな、まず、主演の杉咲花さんのお芝居が本当に素敵で、アンメットの時アンメット好きな方多いかなと思うんですけど、なんかこんな瞬間見ていいんですかみたいなドキドキさせられるような瞬間がいっぱいあって、昔付き合ってた人の名前をこう曇ったガラスにこう書いてみて消してみたりとか、なんか好きな人に電話で自分が思っていたことをこうパッと言い当てられて、なんか本当に嫌だって笑うシーンとか、だから見ててドキドキしちゃって、こんな瞬間見ていいんですかっていうシーンがいっぱいあって、すごいドラマだなと。それを引き出すきっと今泉力也さんもすごいですし、いいドラマだなと思っています。で、やっぱり映像はもちろん、言わずもがなおしゃれでとっても素敵ですし、登場人物たちが着ているお洋服とか美術、インテリアとかもこう可愛かったりするものがいっぱい散りばめられているので、そういう点でもすごく楽しめるドラマなんじゃないかなと思います。で、そういうなんかふんわりしたドラマでもあるんですけど、中のこのお話的には結構今を生きる女性のリアルな感じがこう描かれていて、私はヒリヒリするドラマだなと思って毎週楽しみに見ております。これに関連して他にもおすすめのドラマ、映画を並べると、私の動画を見てくださっている方はご存知の方が多いかなと思うんですけど、最近見た平休み、あとは平休みと同じようにこうなんかちょうどいいほっこりとした気持ちになれる僕の姉ちゃんっていうドラマ、これどちらもドラマなんですけど、ちょうど30分ぐらいの短いドラマですよね、どっちも。なので本当になんか見るだけで心がふわっと明るくなるようなほのぼのとしたドラマですね。あとは、リトルフォレストっていう橋本愛さん主演の映画があるんですけど、小森っていう東北地方にあるとある集落で暮らす女の子のお話で、小森で暮らす中でご飯を作ったりいろんな、ドラマがあったりっていうところを、小森の四季折々の自然をこう映しながら撮られたすごい素敵な映画があって、それはもう何度も最近も見返していたんですけど、やっぱりいいなと思いました。こう料理ごとにファーストディッシュ、セカンドディッシュみたいな感じで、その春夏秋冬の中で料理が5つずつぐらいかな、5個ずつぐらいこう物語とともに一つの料理がこう映されているので、そのお料理ごとに、見たいお料理ごとに、あとは季節ごとにこうやって自分で途中から見たりしてもすごいいいなと。目の前にある自然とともに生活を楽しもうっていう気持ちになれるので、とってもおすすめです。こんなもんかな。以上が
私が最近ゲットしたものだったり見たものの中で、生活がちょっと明るくなるようなものたちのおすすめのご紹介でした。今回も最後まで見てくださり本当にありがとうございました。ちょっとでも皆さんの日々が明るくなる、参考になったらいいなと思います。だんだんと日本は春の気配が近づいてきてるっていう連絡を受けたんですけど、本当でしょうか。ちょっと今ヘルシンキが外はマイナス18度とかマイナス20度近くて想像が全くできないんですけれども、暖かくして良き冬の終わりの日々をお過ごしください。終わっちゃうのか。